はい。というわけで皆さんどうもこんにちは、奥里です。このパパママシリーズの過去回ではですね、撮影方法や、機材についてね、いろいろと紹介してきたんですが、今回はちょっとさらに一歩踏み込んで、1、2分のシネマチックなショート動画を撮り切るっていうことを目標に、テーマやストーリーを決めて、日常の中のどの部分を切り取っていけば、作品として成立しやすいのかっていう内容で、お届けできればなと思います。じゃあまず最初にね、やるのはテーマを決めること。でこれはもう映像作品としてまとめる上でもう本当一番大事な部分で、ここが決まってるかどうかで仕上がりの密度がやっぱり全然変わってきますし、次のねストーリーを決めていくっていう上においても、すごく大事な軸となってきます。テーマ自体はね本当一言で言い表せるぐらいシンプルな方がいいんですけど、ただ家族の日常といった、ちょっとね漠然としたものではなく、今自分がね残したいと思っているものをそのままテーマとするのがやっぱり一番いいと思ってて、撮りたい理由がある題材を選べば、自然とね作品のアイディアっていうのは湧いてくると思います。例えばこの間ね公園に行って娘とあんよの練習してたんですけど、初めて外で歩いた瞬間っていうのはやっぱすごく楽しそうだったんですけど、親的にはねもう歩いちゃうのっていう少しね寂しさもあったりしたので、なので僕は今回広がる世界と変わりゆく日々っていうねちょっとテーマで映像を作っていきたいなと思います。テーマが決まればやっぱりね自然と、いつどこで撮ろうっていうのが見えてくると思うので、次はそこからねストーリーをちょっと練っていきます。ストーリーって言ってもある意味ノンフィクションなホームビデオは、その日一日が自然とねストーリーになってるもんなんですよ。でもそれを全部撮るわけにもいかないし、適当に撮って並べてもやっぱり作品として成立させるのは難しくて、だからテーマを軸にそのどこを切り取るか、どの順番で見せるのかを、簡単にストーリーとして考えていきます。でストーリーには必ずやっぱりね始まりと終わりがあって、でその間にはそのテーマに沿った行動と、あと変化っていう、この最低4つのシーンが必要になってくるかなと思うんですよ。音楽でいうところの、イントロ、A メロ、サビ、アウトロみたいな感じですね。で一番重要になってくるのがやっぱりサビの部分、何か行動があって、でそれによって感情がどう動いたかっていうのを表現する変化のシーン、例えば初めて見る景色にちょっと驚くとか興奮するとか、ちょっと自信がついた様子だったり、新しいものに触れた驚きだとか、または嬉しいとかね本当楽しいみたいな、そんな単純なものでもいいんですけど、そういった感情の変化が見えると、その日常のワンシーンにも意味が生まれて、より作品っぽく仕上げることができるんじゃないかなと思います。で今回僕はもう一度ね公園に行ってあんよの練習をして、ある種の再現ムービー的に撮ってこようかなと思うんですけど、始まりは昼過ぎぐらいから、家での準備のシーンから始まって、でその行動パートは公園で遊んでいて、歩く練習をしている様子、そして変化のパートは初めてお外で自分の足で歩いて、どこかちょっと自信がついた様子だったり、そして終わりはやっぱ家路に着くみたいな、そんななんか簡単なストーリー構成がねやっぱ考えられるかなと思うんですよ。ただですね、僕は現時点でまだその様子は撮影していないので、なので本当に自信がついた様子を見せてくれるかどうかはわからないんですけど、もしかしたらもう本当号泣してるかもしれないんですよ。そうなったらそうなったで、プラン B として、なんか初めて土とか草とか、そういった感触にちょっと驚いて、ママに抱っこされて安心みたいな、感じもちょっと一応想定しておこうかなと。うちの子は大丈夫だと思うんですけどね、なんか10ヶ月ぐらいで家の階段とかよじ登り始めるぐらい、なんかすごいチャレンジ精神旺盛なのでいやほんとね今怖くて目が離せないんですよ。それはいいとして、そんな感じでね、ここまで決まったらじゃあ実際に撮影していくんですけど、次は、それぞれのシーンでどのようなカットを抑えるといいかっていうことをちょっと解説していきます。じゃあまずこの始まりのオープニングのパート、ここは基本的にはこの状況説明から始めます。それが朝なのか昼なのか夜なのか、またその日の天気だったり、あと空気感、どんな場所でどのような状況から物語が始まるのか、そういった状況がしっかりと伝わるカットを抑えていければいいなと思います。でそれらをどう撮るのかっていうのは過去回のエピソード6でも紹介しているので、そちらをねぜひ参考にしてみてほしいんですけれども、今回この何を撮るかっていうことで言うと、
最も大事なのは行動の変化を取ること。例えば立っている状態から座る、座っている状態から立ち上がる、止まっている状態から歩き始めるといった、一つのカットの中にその行動が変化するタイミング、これを抑えられるといいですね。それらをつないでいくことによって映像が自然と流れるようにストーリーっていうのが展開していきます。でそれらの合間合間で、この行動の変化っていうよりはちょっとねしっかり立ち止まって見せたいようなワンシーンに差し掛かったら、ワンカットを少し長めに撮ってみたり、逆に一つのね動作っていうのを、複数のアングルから短めに撮っておくと、カット割りの時に抑揚がつけられるので、そういった意味でもこの辺りを狙ってみるといいのかなと思います。基本はその2パターンを繰り返してストーリーの終わりまで、テンポよくつないでいくっていうだけなんですけど、ただ最も印象的に見せたい変化のシーン、ここはちょっと感情に触れるようなエモーショナルな撮り方ができるといいかなと思ってて、で僕はねよくここをスローモーションで撮ることが多くて、そういった一瞬の笑顔とか仕草っていうのを、しっかり抑えられるっていうのと、あと、ここはねビジュアル的にもやっぱりインパクトが欲しいので、例えばその日の一番光が綺麗な時間帯やロケーションで撮れるように、うまいことをその撮影のタイミングをそこに合わせられるように調整するっていうのも結構大事になってきます。そしてね最後終わりのパートは、ここはなんか長くてもね打足感が出てしまうので、本当1カット2カットで問題ないです。一番ね盛り上がった後に来るパートなので、余韻を感じられて見ている人の感情を着地させるような、少し長めで動きもね緩やかな感じで締めくくれるといいんじゃないかなと思います。意外とこのね終わり方っていうのが、難しいんですよね。映画だとよくドローンでぐーっともうひたすら引いていくみたいな、それで終わるみたいなのが結構多いと思うんですけど、こんな感じでね少し広めにとって、余白があったりすると、その余韻とかっていうのを感じやすいんじゃないかなと思います。はい、とこんな感じで、1分2分の動画であれば、ワンシーン数カットあればもうほんと十分かなと思うので、大事なのはね、ほんと撮りすぎないことですよ。もちろんね、いっぱいカットがあれば、保険にもなるんですけれども、できる限りストーリーを構成する上で必要最低限なカットを、抑えていくように、できればいいかなと思います。はい、ではね、じゃあこのテーマとこのストーリーで僕はちょっと今から撮影に行っていきたいなと思うので、すでにね、撮ってきたカットはチラチラ出てたとは思うんですが、全部つないで一つのちょっと作品にしてみたのがこちらになります。Country lanes and coastal plains, endless views that we're passing through, making our way to a distant place, just us two, somewhere new.よし、いくちゃん1、2、1、2、1、2、あー上手上手。ありがとう。やった。早いね早いね。すごいね。すごいすごいすごい。Just us two, I'll follow you to somewhere new, somewhere new.はい、というわけでいかがでしたでしょうか。
またね我が家のこう一つ大事な思い出がいい形で残せたのかななんと個人的には思っております。今回ね僕はこのチュートリアル用に少し多めに撮ってはいたんですけれども、それでもしっかりテーマとストーリーを決めて撮影に挑んだことで本当今ご覧いただいた形に落とし込むまで1日かからなかったので、ぜひね皆さんも撮影前にはしっかりこのテーマとストーリーを決めてから挑んでほしいなと思います。僕は今回ね撮影には新しくちょっと購入したこのニコン ZR っていうニコンのその Z シリーズの中ではねかなり動画に特化したカメラになっていて、これを使ったんですけれども、本当ねめちゃくちゃ使いやすいカメラになっているので、ちょっとこう動画をがっつりやりたいという方はね過去にこれのレビュー動画も僕作っているので、ぜひねそちらの方もチェックしていただければなというふうに思います。はい、というわけでね本日の動画は以上となります。今後はですねちょっとこのシリーズも終盤に差し掛かってくるので、そろそろ編集とかカラーグレーディングとかそういった話も今後できればなというふうに思っているので、ぜひねまたそちらの方もご覧いただければなというふうに思います。はい、それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピース。